こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は3月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと3月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。リスレクトアンブロシアアイランド3月20日からゲームパスに対応します。Day1 タイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。盗難によってとある島に流れ着いたバックパッカーのアレックスとしてギリシャ神話の神々が暮らしている島の秘密を解き明かしていくといった内容のアドベンチャーゲームです。なお日本語には未対応となっています。ブリザードアーケードコレクション3月25日からゲームパスに対応します。こちらも Day1 タイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。ディアブロやオーバーウォッチなどを手掛けているブリザードの歴史的名作をまとめて収録したコレクション作品です。タイトルとしてはブラックゾーン、ザ・ロストバイキングの1と2、ロックンロールレーシング、そして RPM レーシングを収録。さらに巻き戻しやセーブ、ロード機能が追加されている他にも発売当時のゲームパッケージやイラストなどを見ることができたり、ミュージックプレイヤー機能も搭載されています。アトムホール3月27日発売日初日からゲームパスに対応します。スナイパーエリートやゾンビアーミーの開発チームが手掛ける一人称視点の新作オープンワールドサバイバルアクションゲームです。本作は1957年にイングランド北部で実際に発生した核災害からインスピレーションを受けて制作されていて、奇妙なキャラクターや反政府組織カルトがひしめくイギリスの田舎町を探索していくといった内容となっています。ゲームシステムとしては生き延びるのに役立つ武器やアイテムをクラフトしたり、廃墟で物資を漁って埋もれた宝を見つけ出したり、時には NPC との交流を行ったりしながら過酷な地で生き抜いていくといった流れになっているとのことです。また戦闘面では射撃と近接戦を組み合わせた戦いを楽しむことが可能となっていて、武器種には銃や弓、斧やバットなどが用意されているものの、物資の数は少なくあり合わせの武器で戦っていくような作りであるとも明かされています。ここからは3月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。モンスターハンターライズ追加から2年2ヶ月で終了になります。最大4人協力プレイで楽しめるハンティングアクションゲームですね。注意点としては、これまでモンハンライズをゲームパスでプレイしていて、サンブレイクの DLC のみを購入し、サンブレイクを遊んでいる方、サンブレイクはライズの DLC という扱いであるため、本編のライズがゲームパスから外れてしまうと、DLC のサンブレイクのみを購入して遊んでいる方は、今後はライズ本編を購入しないとサンブレイクも遊べなくなってしまいます。もちろんライズとサンブレイク両方を購入済みの方は今後もプレイが可能ですが、ライズを購入せずにサンブレイクだけ購入している方はご注意ください。なおライズ単品の定価は3990円ですが、頻繁にセールが開催されていて、セール時には 75% オフの997円で購入することができるので、今後も継続して遊ぶ方はセールのタイミングで購入するのがいいかと思います。またセールが始まったらご紹介しますね。オープンローズ追加から1年で終了です。手書きのアニメキャラクターと一人称視点の環境表現で作られた母と娘のロードトリップアドベンチャーゲームです。気の向くままにラジオをいじって車を走らせ対話しながら、母がかつて捨ててきた過去を見出す旅が描かれています。ボリュームはとてもコンパクトで約2時間ほどで実績コンプまで遊べる作品になっています。めっちゃ気楽に遊べるので、ちょっと違う作品を遊びたいなって思った時などに触ってみてはいかがでしょうか。ホットウィールアンリーシュド2同じく追加から1年で終了です。家の裏庭や村のミニゴルフコースなど様々なロケーションをコースとして走行できるミニカーを運転するアーケードレースゲームです。実際に販売されているスポーツカーやバイク、バギーなどのミニカーが130種類以上登場し、ドリフトとブーストを駆使してスピード感のあるレースを楽しむことができます。私のプレイでクリアまで約6時間でした。結構1レース短いのでサクサクと気軽に遊べる作品です。MLB The Show 24こちらも追加から1年で終了です。プレイステーションスタジオのファーストタイトルである野球ゲームです。
今作では MLB を代表する選手やチームを選んでライバルたちと白熱した試合を繰り広げることが可能。他機種とのクロスプレイにも対応していますが、過去のシリーズと同様に Xbox を含む全ての機種で日本語には未対応となっています。ビルゲーターゲーム、こちらも追加から1年で終了ですね。小さなワニとしてオープンワールドを冒険するアドベンチャーゲームです。友達を作ったり、クエストを進めたりなど、可愛いアクションを利用して、まったりと自分の好きなように遊ぶことができる作品となっています。現時点では全機種で日本語未対応。今後追加 DLC のリリースとともに日本語への対応も決まっていたのですが、日本語対応の前にゲームパスからは外れる形となってしまいました。残念ですね。ザ・ランプライダーズリーグ、追加から1年半で終了です。架空の1930年代を舞台にした戦略的な戦闘を楽しめるタクティカル RPG 作品。造船所や砂漠、ジャングルなど様々な土地を舞台に世界中を回って無法者やはみ出し物を探し出して味方につけることができます。今作も日本語には未対応となっています。龍が如くゼロ、極み2の3タイトルが追加から2年8ヶ月で終了。そして龍が如くセブンは追加から3年9ヶ月で終了となります。特にシリーズ屈指の名作なのが龍が如くゼロですね。2005年に発売された龍が如く1作目の17年前の物語を描く1988年を舞台にした前日譚となる作品です。ゼロはとにかくストーリーの完成度が非常に高くてめちゃくちゃ感動するので、これまで触ったことがない人もぜひ遊んでほしいです。シリーズ未経験の方は1からではなく本作0から始めて問題ありませんが、本作0のオリジナル版はもともと5の後に発売されたタイトルだったので、エンドロール中に今後のシリーズのネタバレが含まれています。プレイ自体は0からでいいと思いますが、エンドロール部分には注意が必要かなと感じます。また龍が如くセブンも0に続く傑作でおすすめですね。主人公をこれまでの桐生一馬から春日一番に一新し、また戦闘システムもアクションからコマンド式の単性 RPG に変わっているので、これまで龍が如くを遊んだことがない初めての方でも入りやすい作品となっています。ただしこれまでの龍が如くと関係がないというわけではないので、過去作を遊んでいる方ならより楽しめるような作りになっています。こちらもゼロ同様にストーリーの出来が非常に良く、中盤の展開は感動必至なので、見た目の印象やヤクザものってだけでスルーしている方はぜひ遊んでみてほしいです。ということで今回は3月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと3月31日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。